오늘은 방탄소년단 특집으로 꾸며진 일본 방송 장면을 함께 하시겠습니다. 방탄소년단에 대해서 나름대로 준비를 많이 하였으며 팬분들이 보시기에도 좋은 내용입니다. 이번에도 드래곤 뉴스에서 자체 번역 및 자막 처리를 하였습니다. 참고로 말씀드리면 본 방송은 2020년 12월 24일에 방영되었으며 보다 빠르게 이 장면을 전달해드리고 싶었으나 내부 사정상 지연이 되어 지금 업로드됨을 양해 부탁드리겠습니다. 그럼 바로 보시겠습니다. K-POP 情報ナビゲーターのアキさんです。よろしくお願いします。お世話になります。すごい勢いですね、BTS すは。ごいですよね。やっぱこういう時期ですけど、前回も僕お話しした通り、SNS をすごい活用しているグループなので、どんどんやっぱネットで広がって人気がまた上がってるんじゃないかなっていう。そういう意味ではコロナに負けてないというところがあると思いますが、さあインタビューで語った BTS の皆さんの本音、そこに迫っていこうと思うんですが、はい、まずはですね、ここまでの軌跡をおさらいしますと、この番組でもねお伝えしましたように、今年の9月5日にその今流れていたダイナマイトでこのアメリカビルボード HOT100 で1位を取った、これアジア出身歌手では坂本九さん以来だということだったんですよね。そして今年の11月24日にはグラミー賞の最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門でダイナマイトがノミネートされました。それで、公式ツイッターにですね喜ぶ姿を BTS の皆さんが上げていますので、一回それをご覧いただきましょうか。ジャスティン・ビーバーって聞こえた。いやー、すごい。これもう音楽といえばね、広々深君ですけれども、深君すごいことなんでしょ。はい、すごいことです。はい、どうも専門の方いらっしゃる。でもやはりどっか視野に入れていたというか、韓国の方皆さん割とこう世界を見て動いてる印象があるんですけど、英語だったり、やはりこれは念願のってですよね。慌てていっぱい喋り出しましたけど、大丈夫でしょうか。秋さん、そうですね。アキさんだってすごいことでしょ、これだってグラミーですよ。すごいですね。その K-POP アーティストっていうもう枠を超えて、どんどん世界進出しているのと、やっぱ BTS のメンバーって昔からこう SNS もそうですけども、メンバーがこう海外に向けて、特にアメリカに向けてこう結構アプローチをしていたので、今回グラミーっていうのは念願の夢ってメンバーも語ってたので、すごいことですよね。いや、すごいと思う。だってその国内でのいわゆる歌謡大賞とかそういうことじゃないもんね。世界のだから。これメンバーも嬉しかったろうね。そうですね、まさに歓喜の瞬間をツイッターに、ね、上げていましたけどね。ただ取るかどうか本当にね、はい、この先なんでしょうけども。でそして世界的ということで言いますと、こちらタイム誌、アメリカのタイム誌が選ぶ今年のエンターテイナーにというのもこの BTS が選ばれているということなんですね。でその選ばれた理由として大きくこの2つです。1つ目が苦痛と霊障に満ちた時代に BTS は優しさ、絆、ありのままの自分を受け入れろというメッセージを忠実に伝え続けたと。それが楽曲だったり SNS やオンラインなどに現れている。そしてもう一つがこの人種差別反対キャンペーンであるブラックライブズマターに100万ドルを寄付したことなどを例に挙げて、この社会貢献、そういった面でもこの受賞の理由に挙げているんですよね。なるほど。でまず一つ一つのメッセージも含めて独占インタビューも交えて見ていこうと思うんですが、まず一つ目のメッセージ性というところでいきますと、こちらですね。 TBS の独占インタビューで語ったコロナ禍での心境についてです。ご覧いただきましょう。말처럼 정말 무서웠던 한 해였던 것 같아요. 사실 이제 저희가 뭔가 이런 공백기 아닌 공백기라고 해야 되나? 참 저희의 정체성도 잠시 잃게 되고 저희끼리 생각도 굉장히 많은 시기였던 것 같았는데, 네, 그냥 제목 따라 나오고 진짜 다이너마이트 같은 한 해를 보냈고요. 그래서 이제 한 가지 배운 게 이제 꼭 뭔가 최악의 상황이 생긴다고 꼭 최악은 아닐 수도 있겠구나라는 걸 생각을 했고, 그 되게 안 좋은 상황이랑 이런 제한된 상황에서 정말 최선을 다했다 이렇게 생각을 하고 싶어요. このようにジミンさんと RM さんの今インタビューをご覧いただきましたけれど、やっぱり空白とも言える時期、このコロナ禍ということをこれだけの心境を語っていらっしゃる中で、実はアルバムも制作をされたわけなんですよね。そのコロナ禍で行ったアルバム制作にどんな思いを込めたのか、これもぜひ独占インタビューです。ご覧いただきましょう。 이번에 B 앨범은 이제 저희들만의 좀 위로를 해야 될 것 같아서 저희들이 다 자체 제작해봤습니다. 그리고 저희가 그 상황을 겪으면서 저희가 하고 싶었던
그런 이야기와 많은 부분들을 좀 진솔하게 담은 앨범이고요. 그리고 프로듀싱부터 되게 앨범 많은 그 디렉 부분들이 다 저희가 참여를 했어요. 그래서 되게 やはりこういった最新アルバム B にはですね、共感して励ましたいというメッセージ、素直にそういった思いを込めたアルバムですというふうに語ってくださいました。でこの B にはですね、リード曲となります「Life Goes On」という曲があるんですけれど、この曲にもですね、もうすごくコロナに対する思いがあります。こちら RM さんはですね、何があっても人生は続いていくんだ、そういった意味を含めて変わってしまった日常で僕たちが人生を維持していく方法について話し合ったらどうか、それを提案した。まさにこの人生は続いていくというところからアルバムのテーマを Life Goes On にしたという、そういったメッセージがあるわけですね。で実際にこの曲、歌詞がですね、ある日世界が止まった、何の予告もなしにといった歌詞で始まります。コロナ禍を経験する人たちに対する慰めのメッセージを込めたというんですよね。そしてダイナマイトにも実はこういった思いが込められていました。新型コロナでみんなが苦しい時期に活力を届けたい、そういった思いが込められていて、シュガさんも幸せ、自信というメッセージを込めた。そしてこちらのジンさんもライトイットアップ、きらめかせるよという歌詞を聞いて元気を出してほしい、こういったたくさんのメッセージが含まれていたというんですよね。これ田中さん、そのコロナ禍でね、エンターテインメント業界って大変で、ライブもできない、人を集めることもできない、そんな中でどうメッセージを伝えていくかって大変だったでしょうね。本当そうですよね。BTS はダンスも歌も最高峰で、アメリカが認めざるを得ないぐらいの実力ですけれども、やっぱりアイドルとアーティストの両方備え持った人たちだなと思うんですね。でアーティストっていうのは、そしてこのタイム誌が選ぶ今年のエンターテイナーにもう一つの理由がですね、その社会貢献というものがありました。その社会貢献見ていきますと、今年の6月にブラックライブズマター運動に BTS と所属事務所が100万ドルを寄付しました。これ日本円にしますとおよそ1億円ですね。でこの事実が報道されますとファンが動きます。私たちも BTS と同じ100万ドルを寄付しよう。世界中の BTS ファンが募金活動を始めました。でこの報道の2日後にはなんとおよそ3万7千人が募金に参加して100万ドルを超える金額が集まったというんですね。でこの活動をしていました取りまとめたファンのアメリカ人のエリカさんはですね、もともと BTS のファン、これアーミーって言うんですけど、でブラックライブズマターに関する募金を募っていて5万ドルほど集まっていたと。ただ BTS が寄付したということが報道されると、わずか25時間で募金額が100万ドルに達したと。金額がどんどん増えていくのを見てすごく興奮しました。本当にクレイジーな一日でしたというふうに表現をされていますね。こういった自分たちだけではなくてファンもこういう動かす力があるということですね。そしてそのファンの動きということでいきますと、チケット代もとありますね。コンサートが中止になった、そして返金されたチケット代、これの全額または一部を感染病拡散防止のために募金するファンが続出したり、あとはメンバーの誕生日の日にですね、例えばこのジンさんの誕生日ではファンがマスクおよそ2500枚を生活困窮者等を支援する韓国の団体に寄付したりとか、 RM さんの誕生日にはソウル市などの保健所にファンが弁当を寄付する、こういった社会貢献の動きがどんどんファンにも広がっていったと、世界に広がっていった。ですからアキさんもこの BTS 非常にこのメッセージ性の強いグループで、ファンもそのメッセージを受け取って世の中の役に立つことを実践しようとしているという、こういった面があるということなんですね。社会性なんだね、だからね。はい、社会貢献活動にもということなんですね。この取りまとめたエリカさんもですね、やっぱり世界中で何が起こっているかというにファンはやっぱり関心があるんだと。で BTS が行っていることと一緒です。そういった刺激を与えて人々を魅了するんですね、 BTS はというふうにファンは見ているわけですね。これアキさん、このあたりはいかがですか、その社会貢献。すごいですよね。やっぱこの BTS って人気が出る前から実はメンバーおのおの寄付をしていたりだとか、やっぱその皆さんへの思いが強いグループで、このやっぱ寄付っていうのもやっぱそのファンの皆さんも知らなかったりするので、この BTS がすることによってその寄付の存在自体を知って、私たちも助けてあげようっていう思いで寄付をするっていう、なんかある種革命家みたいな僕はイメージがあって、今この若者のリーダー的存在になってるんじゃないかなっていう。ですからそのいろんな意味で日本もそうでしょうけれども、沈んでいるこの世の中の雰囲気を唯一持ち上げてるって感じなんですか。そうなんですよね。こうやっぱそのいろんな国の在り方がありますけども、その中でやっぱその状況の中でベストを尽くそうというメッセージがやっぱ BTS の曲にはあって、そのいろんなやっぱ場所で影響を受けている方がたくさんいるっていうことですよね。
川君、こう日本のまあアーティストの皆さんもそうなんでしょうけれども、思いはあってもなかなか、政治的なことであったりとかっていうのは行動には移しづらいじゃないですか、日本って。そうですね。もう本当このアーミーと言われるファンの方々とのその作品を通したつながり、一心同体とも言える、ちゃんとみんなが同じ目線でいるというか、同じ景色を見てるんだなというのを感じますね。ね、そういう社会性っていうのは確かにね、BTS の大きな要素の一つなのかもしれないね。そうですね。でこういったファンの横の広がりというのもご紹介しましたけれど、やっぱりファンは縦の広がりというのもありまして、それは世代を超えたそのファンの皆さんということですね。私たちひるおび取材しました、こちら家族3世代がアーミー BTS のファンだという方なんですね。娘さんお二人とお母様とおばあ様とあります。この4人に取材をしました。ではどんな方々なのか、そしてハマったきっかけは何なのかお話を伺いました。映像です。横浜市に住む家族3世代アーミーの篠岡さんです。素敵。共通の話題ができるのは本当に楽しいし、家にいても楽しめるのが本当に良かった。できっかけ、4年前に長女のハノンさん、次女のクレハさんがファンになりました。で DVD などを見ていた娘たちの影響を受けたお母様由美子さんがハマり、そして1年前からは近所に住む祖母の睦子さんもファンになったといいます。最初に覚えたのがジミンちゃんの悩ましい踊りがあってBTS の動画を見て気持ちがそうすると全然キュンとしてくるんですよ。と元気をもらえて、それがやっぱし自分としては良かったんじゃないかなと思います。という息子さん、キュンとするっていいね。はい。息子さんもキュンとなってジミンちゃんの悩ましい踊りに。ジミンちゃんですから。はい。秋さんいかがですか。やっぱその世代を超えて。すごいんですよね。やっぱ BTS ってかっこいいパフォーマンス以外にもライブ配信だったりで自分たちのプライベートを見せてくれるので、自分の子供のように成長をまず見守れるっていう一つあるのと、やっぱり今上の世代がどんどん応援する方が増えていって、BTS をきっかけに Twitter を始めた方だったりとか SNS を始めて、こんな横のつながりが広がるんだっていう、やっぱお茶飲みながら同じ世代の人で BTS で語るみたいな会が増えてるみたいで。そしてこの BTS が新しいことを始める原動力にということで、こちら韓国語講座、これも今人気があるというんですね。これ会員制のオンライン講座なんですけれど、生徒の9割以上がアーミー、つまり BTS のファンです。で講師の方も BTS のファンです。この講師のヨンファさん、 BTS メンバーの会話や歌詞を直接理解したいというファンの方からの声が多くて、そのサポートをするために講座を開設したというんですね。でその中の内容としてはこういった BTS の会話とか歌詞も登場して、ファンにとっては韓国語を覚えながらファンの、BTS のお話ができるというところで、生徒の皆さんもですね、この自粛期間中に韓国語の勉強を一から頑張ってみようと思って始めたとか、講座の中に BTS が溢れていて勉強する気持ちを押し上げてくれる、こんな影響もあるわけですね。俺もビートルズのイエスタデーで英語をちょっと勉強しようと思ったけど、長くは続かなかったですけどね。本当に昨日で終わっちゃいましたけれども、これみんなで共有できるからいいんでしょうね。きっかけになればいいよね。一つね。いかがですか、田中さん。でもBTS がやっぱりいろんなみんなに希望を持たせてくれて、ちょっと頑張ろうっていうふうな気持ちをね持たせてくれたと思いますし、こう思うと人と人をつなげたりだとか、社会課題に向き合っていこうよみたいな呼びかける、ひるおびでも特集してた SDGs みたいな、それがBTS の要素としてあるのかなって感じてきました。本当にそうですね。ちなみにですね、イベントショップというのも2月までですね、事前抽選予約制で行っているということですからね、ファンにとっては嬉しい情報ですかね。今日は BTS の特集を行いましたが、明日はこちら集まれ動物の森、こちら今やってますよね、特集いたします。이번 분석 내용은 방탄소년단의 긍정적인 부분을 많이 다루었네요. 어쩌면 이 방송을 보고 아미가 된 분도 있을 것 같습니다. 앞으로도 기분 좋은 방탄소년단의 소식들이 전 세계에서 계속되었으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 여러분의 구독은 큰 힘이 됩니다. 구독을 아직 안 하셨다면 지금 부탁드리겠습니다. 앞으로 더욱 유익하고 재미있는 내용들로 찾아뵙도록 하겠습니다. 드래곤 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다.